はい。あんまりヤッキーさんで階段ってイメージもないんですけど。ないんですけど、実際自分が体験したこともやっぱあるので、これちょっとお話ししたいですね。ありがとうございます。とんでもないです。僕はフィギュアコレクターで、いろんなフィギュアを集めるのが趣味なんですけども、やっぱり一つ一つ見ていくとめちゃくちゃ愛着って湧くんですよね。そうすると、やっぱ腕が折れたフィギュアとかもあると、引っ越した時にどうしても折っちゃったりとかするんですよ。そしたら、自分の腕まで痛くなったりするんですよね。だから呪物というほどじゃないんですけど、愛着を持って大事に、育てたっていう言い方は変ですけども、買ったフィギュアとかは、自分の分身なんじゃないかな、みたいなことを思うんですよ。古くはやっぱりこの五寸釘を持ってね、呪いの藁人形みたいなことを言いますけども、やっぱ人型のものやフィギュアとかっていうのは、何かしらのこういう、呪いにもなり得るし、幸運のアイテムにもなるっていうのは、僕本当だなってやっぱすごく思うんですよね。それを今の時代には呪物というね、言い方もしますけども、実際に自分が体験した呪物のことをお話しします。僕ですね、小学校の低学年と高学年って全く人生が違うんですよ。これどういうことかというと、低学年の時は、勉強もできなくて、足も遅くて、もちろん絵も下手でみたいな、何やってもダメな、のび太くんみたいな感じだったんですけど、高学年になって、それが結構逆転するんですよね。特にめちゃくちゃ走り込みをしてランニングして足が速くなったわけでもなく、で、僕社会人になってデザイナーになったんですけど、絵が、そこからめちゃくちゃ勉強して練習したわけでもなく、低学年と高学年って全然違う人物になったみたいな変わったんですよ。で、これ、何なんだろうなって考えてみて、親父に聞いたんです、大人になってから。そしたら、一個だけ思い当たると。あれちゃうかと。あれって何やと。で、僕、静岡県の藤枝市というところ出身で、サッカーの町なんですけど、で、その隣に島田市っていう市があるんです。で、そこにですね、白岩寺というお寺があるんですけども、そこにですね、一つ、面白い掛け軸が、奉納されていまして、それが幽霊の掛け軸なんです。幽霊の掛け軸ってね、有名ですけども、そもそも有名な丸山応挙さんっていう方が、江戸時代の中期から後期にかけての、絵師さん、画家がいるんですけども、その方がですね、おそらく諸説ありますが、最初に描いた幽霊の絵じゃないかというふうに言われる絵が、奉納されているんですね。皆さん、その幽霊の絵と、聞きますと、どんなものを想像しますかと。絵を描いてくださいって言ったら、大体足のない幽霊を描くと思うんですけども。こんな感じのね。女の人の。足ないじゃないですか、みんな。なんか先っぽ細くなってこんな感じになってると。足のない幽霊の絵を描いた最初の画家というふうに言われてるんですね。そのイメージを作り上げた人ってことですね。作り上げた人という説があるんですね。どういう状況でそれを描いたかというと、まだ民宿がたくさんあった町だったんで、島田市は。そこに泊まった丸山応挙も本当に駆け出しの頃の若い頃です。夜起きてトイレに行くときに、ふと廊下に出ますと青白い女の人が立っていたと。幽霊だとすぐ分かるような。でそれを、寝るときにずっと頭の中に出てくるんですって。で、それがもう忘れられなくてすぐペンと筆を取って描いたということで、その絵が誕生したということなんですって。ただ、あまりにも不気味すぎて、その宿のですね、亭主に、置き土産として残していったと。それを見た亭主は、なんだこれと。あまりにも怖すぎると思って手放したそうですね。で、その譲った先の方が、体に不調をきたしたりとか。で、その方もまた次の方に譲って、で、その方があったりとか。不幸が連鎖していくんです。で、あまりにも怖くなって、最終的にその白岩寺っていう島田市のお寺に奉納したっていうのがいきさつなんですね。それ、未だに見ることができて、事前に予約が必要なんだそうなんですけども、僕、小学校3年生の時にそれを見に行ったんですよ。親父に連れられて。そしたらですね、若き日の僕は何を、恐れ知らずだったんで、ペタペタって触っちゃったんですよね、それに。で、その触ったっていうのももちろん額装してあるんで、直接は触れてないんですけど、パッて触った時に、足がないから、かわいそうと思って触ったんです、僕。そしたら、そこから足が速くなったんですよ。親父に聞いて、ちゃんと僕ね、体育大会みたいなこの記録あるじゃないですか、スポーツテストか。あの記録を見たら、そこから前と後で記録違うんですよ。50メートル走1秒変わってるんですよ。なかなかじゃないですか。なかなかですね。そうなんですよ。だから、思い当たる死って、もうそれしか考えられないんですよ。練習も別にしたわけでもなく、習ったわけでもなく、その足を触った時からなんです。あとはその時にもう一つ、子供ながらにその絵に圧倒されてすごいなと思って多分触ってたと思うんです。そこから僕、絵上手くなってるんですよ。不思議じゃないですか。
世間一般みたいに怖いんですよ。その幽霊の掛け軸ってめちゃくちゃ怖いんですけど、呪いの呪物として点々とした。けども、僕は単純にすごい絵だなとか、足なくてかわいそうだなとって触ったことから自分の人生が変わったんですよ。はあ。いや、ちょっと、すごく興味深いなと思ったのが、例えば昔から御霊信仰って日本にあるじゃないですか。まあ、たたり神とかね、ちょっとこうなんかあだなすものみたいなこと言われてるからみんな怖がってるんだけど、そういうふうに怖がってるんじゃなくって、そこをあえて取り込むために、すごくこう、敬って、大事にこう祭り上げると味方になってくれるっていうのが御霊信仰なわけですよね。いや、本当おっしゃる通りですね、それは。だから菅原道真ね、すごくこうね、追いやられて恨みを持ってた。だけど、天神様として神様として崇めることで、学問の神様になってくれるとかっていうことで、だから幽霊の絵だ、みんな怖い怖いじゃなくって、小百鬼さんは純粋な、まさに無邪気な気持ちで、ああ、しなくてかわいそうだな、なんて素敵な絵なんだろうっていう、プラスの気持ちで接したことで、あ、味方になってやろうってなったんですかね。それはまさにその通りだと思っていまして、この話を月刊ムーの三上編集長にも言ったら、同じことをおっしゃったんですよ。やったそっからは僕も気持ちがぐっとそっちに向いて、あ、何事も向き合い方一つなんだなと思って、最初にその受け取った亭主の人が言ったのを、覚えてますか？何この絵怖いって思った瞬間から呪物なんです。で、僕からしたら呪物と思ってないんです、最初は。その思い一つで変わるんだなと。例えば、1980年代に、イギリスでですね、これまた呪物の話なんですけども、呪いの絵が流行ったんですよ。どんな呪いの絵かというと、泣く少年というですね、まあ有名なんですけども、この泣く少年を、所蔵している、まあ、絵を飾っている家はですね、高確率で火事に遭うと言われて、火事を引き起こす少年の絵だというふうに、まあ、呪物認定されたんですけども、それが消防士が証言してるんですね。最近なんか消しに行く先々で泣いてる少年の絵が落ちてるんだけど何なんだろうって言ってそれが呪物になっていくんですけども、少なくともその消防士は15件見たって言って短い期間、そしてよっぽどですよね。これ一つ怖い点気づきますか？なぜ火事で焼けているはずの家の中で焼けてない絵があるのかと。確かに。その絵が泣いている少年の絵と認識できるのかということなんですよ。だからこれを持っていると火事を引き起こすということ以外にその絵だけ不自然に燃えないという現象があるんですよ。これも怖いことじゃないですか。そうですね。そうなんです。ただこれからくりがありまして、どうやら、その塗っていたニスが、燃えにくい素材らしくって、まあ、たまたまその絵にそういう素材が使われてるからそれ燃えなくて残ってるよ。かかってる紐だけが先に焼きちぎれて下に落ちるから上に火は上がっていくので燃えにくく残ってるよっていうからくりらしいんですよ。まあでもそこからその絵の価値っていうのはもう暴落してしまって売れなくなるんですけど、その後そのイラストを見たら火事に備えようねっていうことで、啓発的なものに使われるようになってくるんですって。なので結局はそういうマイナスなことを捉えるか、それを見て火の用心にしなきゃって思うかの違いじゃないですか。素敵。いいですよね。これまだ喋ってもいいですか？いや、聞きたいです。もう次の呪物の話なんかは僕の視聴者さんからいただいたやつでちょっとミステリーというかオカルトすぎるんで僕のチャンネルで話しにくいなと思ったんでぜひここで話したいんですよ。初出しの話があるんで。はい。昭和の時代の初期の頃ですね、とある村があって、家族はですね、東京から引っ越してきたそうです。7人家族ということで、まあそこそこ大所帯じゃないですか。お父さん、お母さんで、長男にお兄ちゃんがいて、下3人が、娘さん、女の子っていう家系らしいんですけども、が、引っ越してきて、そこそこ大きい家に住むと。で、そこの家に決めた理由っていうのが、リビングが広いそうなんですね。やっぱり家族団らんの時間を過ごしたいから、大事にしたいから、広いリビングで食卓を囲みたいからその家にしたという理由らしいんですけど、前の住んでた人がほとんどもう荷物を持ってっちゃって空っぽの状態でそれを借りました。ただですね、一点だけ持っていかなかったそのまま残されていたものがあるんです。それがリビングに大きい絵が飾られてるんですね。どこの家族かわからないですけど、結構綺麗な女の人を中心に男の人が周りにいるような絵だったらしいんですけど、でそれだけはまあ綺麗な絵だし残しとこうかと。で外そうと思っても、ちょっとなんか接着剤でくっついて頑丈でなかなか剥がれなかったということでそのまま残していたと。でとある時にですね、娘さんが一番下の娘さんが小学校1年生だったらしいんですけど、通学途中に
腕がちょっとなんか骨折しちゃったと。はいはい。まだ骨折なら治るんでよかったんですけど、その3日後に、下から2番目の、女の子が今度また同じような場所で交通事故に遭って、今度足やられちゃった。同じような場所で。同じような場所で。はい。下から3番目のお姉ちゃん、今度、ここは、体調に不良はなかったんですけど、受験しようと思った中学校を落ちちゃったと。うんうん。で、それが、原因で引きこもりになってしまって、なんかこう、出にくいもうなんか閉じこもりの子になってしまったという。で、最後4人目のお兄ちゃん、大学に進学してるんですけども、これまた不思議と交通事故にあって、なんかね、左腕をね、しなきゃいけないぐらいの事故に遭っちゃってってことで、全員この体とか足とか、手とかがこう何かあることがあって、これなんか呪われてるんじゃないかと。しかもこれが起こったのって1年以内の間なんですよ、全部。そう、だから何かやばいんじゃないかってその村の人にいろいろ聞いたら、あれ、あそこの前住んでた人たちの絵あるでしょうと。あ、リビングに大きい絵あります。あれじゃないかって言われて、あ、そういえばあの絵だけは綺麗な絵だけどなんか不気味で一回外そうとしたけど外れなかったから、あれがもしかしたら一番の原因じゃないかっていうことで外そうとしたんですよ。で、外してなんとか、業者で外してもらいましたと。そこまではいいんですけど、そしたら今度お母さんですね。はい。また交通事故に遭いまして、は入院してい。いわゆるしまったんです。だから絵じゃなかったのかとなって、で今度お父さんのご両親がですね、立て続けに亡くなるんです。だからいよいよこれは絵以外にも何かあるんじゃないか、呪われたものが、この場所が土地がとか、例えば井戸の上になんか家が建ってるんじゃないかと、いろんなことを調べてもわからないと。とあるですね、青森に住んでる超強力な霊媒師の方、古くからいたこさんの家系の方に見てもらったら、部屋をこうパーって見た時に、これ、ここに何か置いてませんでしたか？実はこれ、1ヶ月ぐらい前までに絵を飾ってたんですと。あ、そうでしょうね。それどうしたんですかって言ったら、いや、物置に今しまってますと。今すぐここに戻してください。戻す？でもひどい目であったんですよ。あなた、外す前と外した後では、どんだけ不幸なことありましたと。これ高校でって言ったら、全く違うじゃないですか。命に関わることとまだ骨折で済んでるので。絵があることによってあなた守られてるのよと。逆に。逆に。多分前の家の人たちもこの絵に守られてた。それを外しちゃうのは逆に良くないからつけなさいって言って、もう一回つけ直したら骨折が治ったり、から回復したり、全部のことがうまくいきだしたんですって。で、そこからその絵に対してものすごく感謝するようになって、手を合わせるようになって、その家族はめちゃくちゃ幸せになっていったっていうお話を、これ実話としていただいたんですよ。だから一枚の綺麗な絵でも、これを事物と思うか、幸運のお守りだと思って使うかでは、全然違うんだなと思って。面白。これすごくないですか？最初も不幸はあったけど、それが絵が抑えてくれてた。で、途中からその絵が守ってくれてるんだって分かった瞬間から、より守られる力が増えてったってことじゃないですか。そうですね。昔のその妖怪とかって、人々の恐怖の思う怖さがあればあるほど力を発揮するっていう。ありますよね。ありますあります。神様もみんなが手を合わせる人が増えれば増えるほど神様の力も上がるってありますよね。なんかそれに似てますよね。いや、本当にその通りだと思いました。僕も免許取り立ての頃に初めて車を買いましたと。で、一発目に僕、車庫入れ失敗して吸ったんですよ。ドアの部分を。で、それを友達に言ったら、よかったじゃん。無事で、僕が。って言ってくれたのがすごく嬉しくって。だからまだそういうお守り買って事故しちゃって、うわ、このお守り効かねえじゃなくて、自分が無事でよかったよ。お守りがもしなかったら、体が無事じゃなかったのかもと思うと、ゾッとするじゃないですか。だからそういう不安が不安を呼ぶ。ちょっとしたことで済んでよかったと思えるってすごい重要なマインドだなと思いました。できっとそのお守りも、今回こういうふうに守ってもらえた。なんて効くお守りなんだ。これからもっと大事にしようと思うと、もっとこのお守りが効力を発揮して、その持ち主を幸せにしてくれるんでしょうね。いや、絶対そうですよね。最初の掛け軸もそうですし、呪いの絵もそうですし、最後の、リビングの絵もそうですし、これを事物と思うか、幸運のものと思うかによって、こんなにも人生変わるんだっていうことが。ちょっとずっと鳥肌立ってますね。なんか階段を聞けば聞くほど、すごいことなんだな。
って思いましたね。いやー、プラスの力、プラスの思いを込めれば自分に対してもプラスに働く力が増えるし、マイナスの方に思えばってことですよね。いや本当そうだと思います。で僕最初のその掛け軸もそうなんですけど、聞いててすごく思ったのが、今回その幽霊がということでみんなが怖がったことで不幸が訪れた。でも小ヤッキーさんはそうじゃなくっていい面を見たら幸せが訪れたってあったじゃないですか。これって人間に対してもそうだなと思って、例えばみんなからそういうイメージであいつはこうなんだとか、見た目であいつって嫌なやつだよねって言って接したらそれは向こうだってこっちに対して、そんな人に対してはね、やっぱいいことはしてくれないじゃないですか。でもそうじゃなくって、そう言われてるけどこの人のいいところを見つけて、でもこの人ってこういういいやつだから俺は仲良くしようと思ったら、その人は心を開いてくれて自分にいいことをしてくれるじゃないですか。だからそういうふうに人付き合いもしていきたいなって思いましたね。いやもう素晴らしいです。もう本当に僕もそう思いました。ですよね。だってそうだもん、自分がね、人間でそういうまあね、どういうふうに思われてるかって、やっぱり好きって言ってくれてる人に自分だって好きになるし、何かしてあげたいって思いますもんね。思います。いやー、ちょっと見てる皆さんも今回怪談かもしれないけど、なんかこの嫌なとこじゃなくっていいところを見つけて、そうやって好きになってっていうね、プラスの気持ちを向こうに相手にこう向けるってことをやってほしいですね。いや絶対いいですよね。気持ちをですね、ちょっとだけ見方変えるだけじゃないですか。これはすごく実践するべきだなと思いました。いやちょっとさすがですね。え？話がうまいのは当たり前なんですけど、本当に今なんかすごい良質なセミナーに行った帰り道みたいな、俺頑張ろうとか、なんかすごい今前向きな気持ちになってます、怪談聞いて。いやでも島田さんがいつも僕のチャンネルでお話ししてくださってる内容こそ僕結構そういう風に受け取ってるんですよ。だからめちゃくちゃ感謝してます。だから10分の1ぐらいでもね、島田さんの要素が入れられて今日は伝えられたらいいなと思う気持ちで来てますもん。いやー、もう本当にちょっと本当に感動しました。とんでもないです。本当にありがとうございます。いやー、皆さんちょっとね、今日の話聞いて感じるところたくさんあったと思うんでね、だからその気持ちをちょっとね大事にしてね、一歩こうね行動に移してほしいと思いますね。